どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。僕らが再会を誓った場所は今や地球だったことを覚えている人は誰もいないさやです。急にシリアスな空気になっちゃったね。ごめん。重苦しすぎて重かったでしょ今。荒野が見たでしょ、今だけほらあの草がコロって言ったでしょ。転がってるわ。切ねえ、何この切ねえ気持ちになった。うわそんなことはどうでもいいって毎回言うんだけどさ、そんなことはマジでどうでもよくて、はい、今回やっていく企画は特にないんですけど、告知はこちら。ドドン、ただいまホタテ移動中。夏目さんちホタテ移動中。ホタテ移動しますちゃうねん。こちらです。原画展やりまーす。急だよな。急だよね。てなわけで先日というかもう先週この動画で言った夏目さんちブランド始まりますみたいな。いや、そう、あれもね、もう皆さんすごい、喜んでいただいていろんなお声もいただけてありがとうございます。ありがとうございました。さあ、夏目さんちのねライフスタイルブランド、はいね、アパレルだったり小物だったりがね、今後定期的にそうめんも出るんですか？出ますね。それは出ませんね、さすがに。デザインそうめんが出ます。やだよ。そんなことは違うの。はい、その話したかったわけじゃないじゃん俺たち。そうなの。しっかりしてよ、ゲイさん。もうちょっと黙っててなんかこれ大事な告知する時ほどさやがさ、ふざけなきゃ死ぬスイッチが入るの。なんなんマジで。もうチャチャどころかチョチョまで入れちゃうっていう感じ。チャチャチョチョ入ってくるマジでいや、なんかそもそもね、この何にもというブランドが立ち上がりますよっていう、皆さんからね、ありがたいことにもう嬉しいお声をたくさんいただいて、しかもポップアップイベントが開催されるということも決まり、たくさんご応募もいただいてます。ありがとうございます。まだねライブペイント付きの方は抽選が発表されたとこなんですけど、おそらくこの後この期間から通常のフリー入場のポップアップにね、ポップアップにフリー入場お買い物入ってできるよっていう抽選も、もう始まってると思うんですよ。で言ったじゃないですか、こんな告知あったけどまた来週に告知がありますっていう。そう、またあるんですっていうね。なんでかぶっちゃったかなこのタイミングって思うんですけど、てかもう何にもがだからね、リリースされるのが10月26日の土曜日に、オンラインもポップアップストアも始まるので、そこでリリースなんですよ。そうですよ、このように誕生しました。オーケーオーケーで、11月1日原画展開催。イエーイ。なんだそのスケジュールって感じなんですけど、ちょっとね、一周違いで夏目さんちのイベントが集中してしまったんですが、始まっちゃうんですけど、11月から1ヶ月間、もう11月の間開催されるんです。しかも会場がですね、すげえのよ。また東京のど真ん中よ。麻布台ヒルズって知ってる？みんな。なんかね、うにょうにょしてるね、おしゃれな建物。とにかく麻布台ヒルズっていうね、六本木にあるすごくおしゃれな商業施設があって、新しくできたばかりのところですね。そこの1周年記念のイベントになんと夏目さんちの原画展も入れる。ありがとうございます。大垣書店さんというところのギャラリースペースと使って原画展のねイベントをやらせていただくんですけども、まあいろいろありまして、とりあえずまずはこんな内容だよみたいなことを言う前に、いやまず一旦お見せしなきゃいけないのは、これちょっとこの間何にもの時もスッと入ったんだけど、ラフを描くとかももうね、最近の夏目さんちドタバタすぎて全然撮影すらしてなくて、いや本当にそんな感じよね。もう本書きしてる。だって来月開催だもんもう終わってる。なんならね、さやさんね、マジでギリギリすぎて、ギリギリの納品をマジで間に合うかどうかぐらいのギリで書き上がったイラスト、こちらです。まずはご覧ください。どうぞ。どうさあ、ということでキービジュアル作画始めていきたいと思います。トップバッターはさやさんでございます。よろしくお願いします。お願いします。もうすでにね、これこの少年少年かっこはてなのもういいのよ、そこの説明はもういいよ。そろそろ分かってきたからみんな。いや、ちょっと大事件があって、これ今目のところ水色になってるやつ、これね、そうそうマスキングなんだけど、マスキング液さドゥーンってめっちゃこぼしちゃって、もう膝に乗せた毛布がなんかもうマスキングされちゃって、膝の毛布がマスキングされちゃったんだ。そう、もう大変だったんだからこの時っていう、もう心底どうでもいい話をするんだけど、心底どうでもいい話がしてるうちにどんどん下塗りが終わっていきますけど、さやさん基本的にね、これ最初にこう薄くこう色をのっけた後にこう全体的にね
こうやってこう、なんていうかいっぱいこう色のせていくんだけど、重ねてねそうじわじわさせていくとそうね、さやさんはねもう本当にねラベンダーとライラックっていう色がね、本当に大好きで。これホルベインのですか？そうです。ライラックの方が草壁さんだったかな。なるほどね。はい。なんですけど、はい、その2色をねもう本当に全部に使ってるぐらい。確かに、全体の調子を整えるのにそのライラックのね、そうなの、なんかちょっと薄紫みたいな感じのが、そうほわーっていう、でね今回ねセーブペイントっていうテーマがありますので、そうやっぱセーブポイントならぬ感じなので、こう今まで出てきたキャラクターたちをギュッと入れた感じにしたいなっていうので、これ見たかったよ。そう僕もきっとみんなもそうでもね、これもねちょっとねゲンさんにもね、アドバイスをねもらいつつ、すっごい悩んでたからね、めちゃくちゃ悩んでたよ、今回のキービジュアル書くにあたって。そうなんか大体ね、なんかねラフ考える時もね、なんかこうデータ1個にレイヤーめっちゃ分けて、でまあ3案ぐらいかけるかなっていうので、いつもこう考えてるんだけど、今回データ数なんかねもう5データぐらいに分けて、5データでも各レイヤーもなんか50レイヤーぐらいやって、もう分かんないってなってこうなったので、じゃあ何個わかんない。何案考えたの？すごい案考えて選ばれたのがこの子ですって感じで、そうすごいね悩みにきまして、でねこのサヤジオの、サヤジオラマですよ。本を開いた時にジオラマがあるっていう、これが本当のサヤジオじゃないですか？もしかしたらグラフィックじゃない、ジオグラフィックじゃなくてジオラマのジオ、サヤジオラマ。そうでもこの時ね、結構こう塗りがねうまくいってすごく嬉しくて、確かになんか久々になんか塗ってる最中にも元気だった。そう悲鳴が上がらなかったでしょ。割といつも元気じゃなくなるのすごい変な声が聞こえたなって思ったらすごいテンション下がってるみたいなそうなんだけどね、この時ねなんか結構なんか思った通りのね、なんか色が乗ってくれてすごく嬉しくて、やめたかった。もうここで意味が分かんない。これはね X にポストしてるんで、これそうなんです。やめたくなってるので、もうここで止めたいみたいな。そうもうこの先進めると俺は大きな過ちを犯してしまうかもしれないと思ってねでね、そうで今まで動画とかで出てきたね、こうなんていうのこう、要素というかね、そうこれオムライスさんでしょ？だってそうなんですよ。これなんだっけ、なんかアニメサヤジオアニメ作りますみたいな、そうサヤジオアニメ作りますの時に出てきた、オムライさんとか、あと弱き心のお家とかも、ゲンザラシもね、ゲンザラシもなんか気持ちよさそうに泳いでるわこいつね。なんか久々にいい好待遇だよ、確かに。なんかいつもさ、ひどい目合ってるよね結構。なんか変な格好だったりとか、なんか半分切れてたりとかもするからでこれは何これ、キリンだ。そう、ひまわりと一緒に植わってるキリン。これ植わってんの？植わってる植わるだろキリンは植わるだろ。ごめんなさい。弱気が普通になんかそう生活してるじゃん。そう、なんかそこに立ってるっていうか、いる感じにしたいなっていうので。これ欲しいな、このジオラマ。誰か作って他力本願すぎる。誰どなたかぜひ。はい。うさがないがなんかいつ今ましてなんかあざとい顔してるね。そうなんですよ。ちょっとトゥユトゥユな感じで、でオムライスさんの下のオムライスライス部分、ちょっと書き込みすぎて気持ち悪くなっちゃったかもしれないと思いながらもまあか。これはなんだ？これスルメゲリラ。そう、逆スルメゲリラ。逆スルメゲリラです。逆じゃなくない？これ純スルメゲリラだよね。これ純スルメゲリラ。逆スルメってだってさ、雲に向かって帰ってくのが逆スルメ。確かにこれは順光で順光はスルメゲリラじゃん。そうだよ。新キャラだったんだでね、そうおなじみの、一発アウトのも持ってるじゃんまた。なんかこいつこの字を燃やせるじゃん。そうすごい。というわけでこんな感じでね、だいぶこう出来上がってきました。新しく買ったねこの細い筆がね、とっても活躍してくれて。これ何の筆ですか？これなんだろう、なんかあれプラモデル用とかで検索して買ったんだよね。すごく細くていいです。目が入りましたよ。目が入っちゃってね。ほらすごい。あいつよじ登ってきてるの怖いな。よいしょって呼ばれてないんでしょうね。呼ばれてない多分勝手に招待状受け取ってきたの。そうで色鉛筆でねいろんなとこ直して、手入れしてね。こんな感じでこうちょっと透け感出たかなって。いや今回すごいなんか透明感のある感じになりましたね。ちょっとそれを意識しつつ。っていうかめっちゃ賑やかだわ。楽しそうでしょ。素晴らしいというとこなんですが、ゲンさんのターンでございます。今回は僕もセーブペイントという概念なので、今までの絵を絵の具にしてやろうっていう、絵の具というか、今までの絵を色にしてやろうという概念で始まってます。
これ今回ね、この女の子がセーラー服着た子が謎の剣のような刀のようなものを持って、何かをぶっ刺して、これ最初これスケッチブック刺してる設定にしてたんだけど、やがてゲンさんの右腕にしましたので、ゲンさんの右腕がこの子に刺されるという構図が今から生まれます。ゲンさん自分を大事にして、出ました。ゲンさん、自分を大事にそうなんです。なので今回こんな感じでざっくりもうね、結構今回はもうゴリゴリペンを入れていくスタイルで、いつもそうか、いいですね。でもやっぱゲンさんはちょっとこう、構想の部分までさここに含まれるから、見えますね。そう、毎回タイムラプス見てるの楽しいんだよな、迷いがあるから。今回は眉フット女子ちっちゃいやつ入った、眉毛しっかりしてる子にしようかなと思って塗ってるんですけど、これね、色塗らないとだいぶ結構面白い感じに見えるんだけど、塗ると自然に見えるようになります。だいぶなじまされてっていう感じになるんで、これはもうひたすらこれは一番楽しい時間ですね。脳死で描いてるから、結構こうやって無から生み出してるもんね、本当に。そうだね、下書きしてないから、このメカの部分に関してとか、煙の部分っていうか、煙というか、なんていうの、ここが絵の具になるんですよ、ほらなんかムー思い出された今。そう、絵の部分、この辺は即興でいろいろ描いていく、バランス見ながら描いていくっていういつもの通りの感じになってますが、結構今回はモノクロでも、ワンチャンこれでも使える絵にしようみたいな、いつか線画だけでも調整したらモノクロイラストとして使えるようにしようかなと思って必要以上に書き込んでる感じはある。わ、すごい、なんかコスパ、ほら、ゲンさんの右腕が刺されてる。これゲンさんの右腕っていうことにしてください。そうなんだ、ゲンさんそんな魔女みたいな手に、ぐちゃぐちゃの手になってる、ぐちゃぐちゃの手に。でさあ、ここからね、色を塗り始めるんですけど、始まる、ここからは一旦まずは普通に塗る。ちょっとなんかでいろいろね、どこに置こうかっていうのを検討したんだけど、結局やめましたで、これまずは色分け、パーツごとに簡単にレイヤーを分けながら色分けをしていくと。すごい。でこの時点でまたちょっとペインの密度を調整したりしながら、ベタになる部分を塗っていきます。いやでもな、もうあとはもう楽しいとこからひたすら塗っていくだけなんですけど、まずはお肌から塗ると。わかる。順番絶対僕ね、お肌の色から、てか肌のところに結構目が行きがちだから、目とか肌を先に塗るっていうのは、そこを調整しないと後が決まらんみたいなとこあるから。わかる。私もね、肌の部分から最初に塗ってさ、もういいかなってよくなる。そうで、このタイミングでもう目の印象を決めちゃおうと思って、結構目を描いちゃったりして、で特に使われないのに書き込まれた髪の毛を潰してまた黒にするよくやりますね、僕これね。虚無塗り、虚無塗り、虚無ペン入れ。すごいできていく。で今回はこの蛍光イエローみたいなやつをメインに映える色にしたいなということで、目の色と周りのメカをこれで作って、後ほど全体的にエフェクト的にこの色を入れたりもするんだけどね。ほら、なんか今回マジで一部分ずつ書き込んでいくみたいな感じで、なんかそんな感じだね。そうなんです。ゲンさん結構ガーって書いてガーってやる感じのイメージあるけど、でも今回は割と、でも最近多いかも。最近1パーツずつ本当に完成させてから次行くみたいな。今回珍しく襟の部分と上半身の部分とスカートの部分で服っていう分け方しないで、パーツごとにもうめんどくさいけど分けてみようと思ってやったら、全然こっちの方が楽だったから今後こうします。なんかね、今までレイヤー分ける方がめんどくさくて分けないってあったんですけど、分けた方が楽だわ。いや私もね最近気づいたよ、分けた方が楽って。当然だけど、始まりました。今出ましたね。これここ今色が一緒に入ったから何なのことって思ったんだけど、思った人いると思うんですけど、この横のピンクの部分はコピック356色の時に使った絵を溶かしてます。溶かしてるっていうか、グイーって伸ばして使ってる。で面白いね。そう、上の部分のこのなんかよくわかんない一つ目の水色とオレンジの生物は画集の表紙の子で、右端のオレンジとターコイズブルーみたいなやつはあれです、メンタルピーですね。からも色を持ってきてるので、セーブペイントだね。いろんな絵がこうゲンさんの手を刺したことによってジョワーってなってるっていうことですね。ゲンさんの手は、ゲンさんの手がそこの全てを封じていたんだね。そういうこと。解き放たれてる。解き放たれちゃったんだ。ここ解き放っちゃったんだ。さあ最後にまたなんかこう気になったんでしょうね。ここだけ調整して、周りのねこうエフェクトなども調整して、最後この下に何入れようかなと思ったけど、頑張って描いたからタイムカプセルのイラストでも置くかとなって突然置かれました。床になりました。で最後ちょっとレイヤー上から光の部分を入れたりしなどして完成でございます。お疲れ様でした。この2枚並ぶんか。いやー始まりますよ。ぜひ皆さんその目でちょっと面白いプリントの方法もするので。そうだね。そうなんです。今回出力にもこだわるのでぜひ見に来てください。
終わりました。お疲れ様でした。さやぺもお疲れって言ってほしい。お疲れ。はい、てなわけで皆さん今見ていただいたと思うんですけど、改めましてキービジュアルはこちらになります。はい、この度の原画展のキービジュ、いやもう書きました。またもや本当にこの2人一緒のところでやるんかみたいな。本当に世界観どないなっとんねんって話なんですけど、はい、今回もこんな形でね、約1年ぶり、前回は画集の発売を記念しての原画展だったんですけれども、今回は麻布台ヒルズの1周年の記念にも入れていただき、パラちゃんの1歳と半年を記念して結構こまめに祝ってください。まあでもなんかいろいろと記念が、まあ何にものリリースも記念して、そうですね、まあとりあえずたくさん置ける限り置こうぜっていう感じですね。原画展でね、名前として今回はちょっとテーマとして、セーブペイントという名前でやらせていただきます。セーブポイントではなく、セーブペイント。なんかまあセーブポイントをもじった形なんですけど、今まで描いてきたお絵描きのまあなんかこう集大成みたいな、前回はとりあえずここまで来たぞっていう、そうだね、集大成のオンライン図だったわけじゃん。そうですね。で今回そこからまだ1年なんだけど、すごい数のいろんなことをやらせていただいて、でまだまだこれからも皆さんに出していないこともたくさんあって、まあ一旦一息入れようかっていうぐらいの気持ちでセーブペイントっていう思いを込めて、まず一旦ここでセーブします。休憩しようと、ロードできる場所を作ろうと、みんなで一体思い出をね、ここにセーブをしようという思いも込めてセーブペイントっていうイベントにさせていただいたので、ゲイさんが考えましたよ。そういうこと言うと恥ずかしいじゃん急に。さやさんはランチボックスって言ってました。そうランチボックスとセーブペイントが勝ち合って、セーブペイントが勝ったっていう。そうなおマックス2票だからね。マックス2票ここでしか話さないから。ただここで決めただけなんですけど。そうてなわけで会場自体は先ほどもお伝えした麻布台ヒルズ大垣書店さんのギャラリーにて開催で、そしてまあ期間は11月いっぱいと、もう11月ずっと毎日やっております。やっております。で入場はもちろん無料です。無料です。でただそこで販売がすごくてっていうとあれなんですけど、急に語彙力失ってとにかく今のタイミングって皆さん何人もがリリースされるし、で今回のこのイベントもあって、まあぶっちゃけ結構な点数があるわけです。そうですね、ありがたいことに。先に言っておきたいのが、皆さん本当に無理をしないでほしい。そうだね。これ僕たちから言っていいことなのか分かんないんだけど、主催の方々ね、まあね、夏目さんちと一緒に関わってくださってる人は、お前らそんなこと言うなって言うと思うんだけど、いやでも一気に夏目さんち的にはぶっちゃけマジで無理をしないでほしくて、楽しめる範囲で楽しんでいただきたいなと思ってて、まあ何にも欲しい人は買っていただいてね、もちろんいいんですけど、であとはこの今回の原画展来たい方はぜひ来ていただいて、無料だからね、でもそこでグッズとかいろいろ販売するんですよ。いやそうなんです。作っていただいて、なんとしかもね、今までのグッズ大集合みたいな、もうマジで全部来ました。いやそうなんですよ。先日のタツノコプロさんとのコラボのグッズ、全部来ます。全部あります。さらに今回の大垣書店さんでの原画展で新たに作られるグッズがこちらなんですけども、これも全部入ります。でさらに今回グッズだけではなく、なんと夏目さんち初の複製原画の販売、初めてです。これですね、キャンバスは今まであったんですけど、すごく高精細なプリントをして額装までした状態で皆さんにお届けするというものもこちらの数あります。すごいよ。なんかね、すごいんです。額も選んでね、もう本当にまんま原画っぽい感じ、なんか紙の質感とかもすごいくっきり出る印刷でやっていただくので、だからすごく綺麗なものをお届けできるっていう複製原画の販売も全部入ります。でそしてまだ言うんだって話なんだけど、何にもの一部商品ポップアップが26、27で終わるんだけども、今回の原画展にも何にもスペースが設けられるので、実質何にもポップアップも継続みたいな。どうなってんのよもう。今までにない量の尋常じゃない情報量、セーブポイントですからここは、セーブペイントだからもう本当にセーブポイントのように、ロードセーブデータ1、セーブデータ2、セーブデータ3みたいな、いろんなところでセーブしてきたものが全て入っちゃってるみたいな。いやそうなんですよ。1ヶ月お祭りなような状態の、場所が生まれるので、でさらにって何回言うねんって話なんだけど、すごいね、サイン本も置かせていただきます。ありがとうございます。エッセイと画集にそれぞれ点数はちょっとまだ決められないんですけれども、それぞれ先着順にはなってしまうんですが、エッセイと画集にサインもさせていただいたものが販売されるというわけです。いやなんかもう、でさらに
もうやめな、さらに。もうやめようか。さらにって日本語禁止にしよう。おかしくなってくるね。加えてとかに加えてにする。文末かぶっちゃうもんね。いや、そうそう、だってそれ国語の先生さ、ちょっと作文とかで怒られるやつ。そう確かに。よくないよ。確かにそうしよう。美しくない。じゃあ何がいい？そしてさらに加えて全部入れた。日時がまだ決まってないんですが、はい、営業時間終了後に人数限定のトークイベントをやらせていただきます。今度は電車じゃないので動きませんよ。ほんまそれ、電車の辰野さんのトークイベント来ていただいた方は、なんだこれはって思ったと思うんだけど、そうちょっとそれの動画がまだ出てるか分かんないんだけど、いつか出ると思うんですけど、そのイベントの様子がね非常に面白くて、電車が2両あって、ここに源さん、ここにさやさんがいて、源さん、さやさんってみたいな感じで手挟まれた皆さんみたいな、なんかそうでそのままガタンゴトンって動くからめちゃめちゃなんか体幹トレーニングみたいになってるヨロヨロしてる夏目さんトークイベントをやったんですけど、見ながらみんなはフフってしてるなんかシュールなイベントだったんですよ。楽しかったけどね。すごい楽しかったです。じゃなくて今回のトークイベントはなんと床が動かない。まあそうライブペイントもだからするから、夏目さんち結構この11月、そうです、10月外に出ま11月と、すね。千葉県の外に出てきますね。で皆さんの元にね、皆さんにお会いすることができるという嬉しい機会をいただきましたので、それはまた告知をさせていただきます。別途トークイベント、人数限定のねトークイベントは別途告知をさせていただきますということで、ボリボリすぎてちょっとみんな聞き取れたかもわかんないよ。いやそうなの。まず原画展をやります。原画展をやります。麻布台ヒルズです。やります。11月いっぱいやります。グッズいっぱいあるよ。グッズいっぱいあります。全部今までのグッズがほぼグッズというかね、コラボタイアップいろいろやってきたものが全部出ると。でももちろんでしかも複製原画の販売もあります。サイン本も置かれると。置かれます。トークイベントがありますと。でもゲンさんは来ませんと。来るよ。なんでトークイベント、さやさんのソロイベントなの？ホログラムで。あ、そうなんだ。ゲンさん別にリモート参加なの。リモートなんか。幹部の席の一番偉い人みたいな。あ、そう席後ろ側になってるから、背もたれだけゲンさん。ってなってる。なんだ。まあというわけで、本当に盛りだくさん。そして今回は原画展なので、いろんな原画も置かれつつ、僕の方はですね、デジタルイラストの出力の仕方もちょっと見て面白いものを販売する複製原画とはまた違うんだけど、展示用はね、そうなんです。展示用の会場ならでは見ていただいた方が面白いようなプリントをしようかなと思ってるので、それは購入できないんですが、それも楽しんでいただける要素になるのかなと。で、さやさんの原画はもちろん今まで通り、そうですね、素晴らしい水彩画が置かれますので。素晴らしい水彩画が置かれますので、素晴らしいやん。なんだ前回の動画が何にも報告動画なのに、次がまた今度原画展開催の報告動画で、お前ら報告しかしてないの最近っていうこの間ダンゴスの報告もしたしな。確かにもう報告チャンネルになってる。報告チャンネルになってる。まずいこれね、何がまずいって、夏目さんちって他の YouTuber さんと違って、YouTuber の人って普通1週間のうちに 2,3 本動画上げるんですよ。私たちヨボヨボだから1週間2本がマックス。そうなの。マックス2本でだいたい1本じゃん。その1本の時に告知があったりするもんだから、告知動画動画みたいな感じになって、まずいって今報告チャンネルの。そうだよ。でもね、2本以上増やすとね、夏目さんち家から出ないからね、話すことなくなるんだよね。そういうことでもないんだけど。見て、赤色が綺麗でしょ。こういう話しかできなくなっちゃう。ここに青を入れると紫になるんやで。当たり前のこと言ってくる報告がね。めちゃめちゃ怖いぞっちゃって。とにかく情報マックスだったと思うんですけど、本当に何度も言うようだけど、皆さんが無理して負担にならない範囲でたくさん楽しんでいただければなっていう気持ちです。ちょっとね、いろいろ被っちゃって夏目さんちもなんかすげえ被っちゃったなっていうのは、なんかすげえ被っちゃったなって。これ待って、これが締め切りがここで、これがここで、これの実施はここで、めっちゃ被ってないかみたいなだんだんなってくるっていう以上かな。そうだね。これさ、先にチロッとだけ言っとくと、チラッとだけ言うんだって話なんだけど、ゲンさん実はね、トマトが食べれるようになってきたんです。嘘じゃん。しかもこういうタイミングで嘘の報告することあるの。しかも本当にどうでもいい。しれっと最後に、原画展と関係ない報告があるんですけど、12月のイベントあるんですよね。夏目さん家が行くというわけではないんですけど、12月の14、15が何にもの大阪ポップアップの開催。これもまた細かく近づいてきたら報告またすると思うんですけど、大阪でもなんと何にもがポップアップが遊びに行きます。そうなんです。で、ライブペイントでね、10月末に各ライブペイントで描いた
ものと一緒に大阪に行く、はい、そのキャンバスが大阪にも展示される予定なので、じゃあ夏目さんち同梱してないんですけど、そうなんだよね、段ボールに一緒に入ってくるわけではないっていう、入ったやつ一緒にプチプチに包まれたかったところはあるんだけど申し訳ない、ってなことで、もう本当に盛りだくさんなんで、多分みんなも混乱してると思うんだけど、意外と夏目さんちも混乱してるっていう、何がどれっていや何がどれというか、こんなにたくさんやれることあるんだみたいなね、嬉しいよ、すごい嬉しいよ。もっと言うとまあもうやめよう、もっと言うのはもうその都度言うわ。そうだよ、実はまだもういくつかあるんだけど、まあ今度言う。近所のスーパーで売ってるさ、豆乳レアチーズケーキが美味しい、それだけでいいじゃないか、僕らの人生さこっち見てほしいね、見て、ナスはないそういうことだよ。原画展、みんな来てね。